こんにちは。今回はガールズバンドくらい第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ただの神回だった。おいおいおい、なんだよこれ、最高じゃねえか。最高のライブ会だったな。こういうのが見たかったんだよ。大出す新曲足す空白とカタルシスフル弱とか誰が予想したか、ごちそうさまです。新曲2曲と顔バンブルマイだな。最高だった。うおー、ライブ来た。大ダスも来た。ライブシーン良すぎた。マジで神回だったわ。カタルシスいいね。トゲトゲ初期みたく、ここに来て MV 流すの熱い。ただルパさん。来た、弾けませんあなた。大ダストの折り合いもしびれた。曲に至っては何も言うことはねえ。かなり良かった。楽曲に少し興味出る。ニナちゃんがブチり始めた時は笑ったけど、ライブシーンかっこよくて見応えあったわ。この回のために貯めてたのが爆発したって感じだったわ。曲の最中の回想シーン、ルパさんだけ重すぎるけん。本気出してきたな。前半一瞬箸休め回の不安よぎったが、後半全力のフル PV で斬新すぎて草。コピーをここでぶち込んでくるのかよ。というか大ダストのやり合いが爽やかでいいな。これほどの監督を連れてきた P の手腕を褒めるべき。もしかせんでも、作中でもトゲトゲファンの間では、ニナの狂犬キャラは周知で、それがむしろ人気なのか。そして次回サブタイがまたしても不穏。びっくりした。また神回だ。ライブシーンに企画て。胸オが嬉しそうで俺も嬉しかった。ごめん、ガチで神回。スバルが闇落ちするかと思ったらそんなことはなかった。やっぱスバルちゃんは大天使やで。ちょいとトゲ成分が足りてないな。個人的には大ダスの新曲を評価する。曲がようやくおじさんでも好みなのが来たよ。ニナがひな見た途端にトゲ最大出力になってて草。前回の胸オに対してあんま出なかった分かな。ニナひなの過去がわからんままだった。次でやるのか。ここエッチなんだ。1話のバンドマン女が現れた時に、ニナちゃんナチュラルに桃香さんにしがみついてて可愛かった。1話のドラムさんは出なかったね。ライダスもトゲトゲも新曲良すぎる。娘大好きなんだ。ここのリノリナの可愛すぎるわ。投稿 T シャツかけてんの、もはやあざといな。ともちゃんがどんどん可愛くなっていく。ぴょこぴょこしながらキーボード演奏するの、愛おしすぎるよ。大ダスも最高だった。無法。ライブシーンの熱量半端ないな。鳥肌もんですわ。こんなカメラグリグリ動かすの、手書きだとめちゃしんどいもんな。3DCG 選んだの正解だわ。めっちゃしんどいてか、あんな動かせないんじゃねて。短いカットに情報量が多すぎる。旗参りは誰だ。カメラ、この曲の疾走感。俺も負けてられねえな、ぐるぐる回るぜ。みたいな。前半の持ち上げがすごかったからライブ失敗するのかと思ったら、そんなことなかった。これ30分なんだよな。めっちゃ濃かったな。割と匂わせみたいな過去回想だけど、ニーナと大ダスのボーカルは、元は友達だったけどいじめの時に一緒に戦ってくれなかったみたいな感じなん。かなりカメラへのこだわりを感じるいいライブだった。来週で終わりか。もしかしていい青春アニメで終わっちまうのか。再来週で最終回。残り2話なのでそう。今日の衣装は誰が作ったんだろう。かわいいよな。来週最終回。あと1話で終わらんよなこれ。スバルの家族問題解決もルパの闇救済もやってないし、2期やる気満々じゃん。サウンドチェック全員やってほしかった。あと2期あるんじゃないかこれ。デビューの話うまいこといかなくて。エンディングでは車で全国回ってそうだから、結局契約しないで全部自分たちでやってるんじゃないかと思う。今回だけなんかがいい。スバルちゃん一人になってライブ前に髪の毛切ってくるのかと思ってしまった。スバルは天童ばあちゃんと会ってたのかな。スバルの場合は祖母のやってることも結局は芸事なわけだから、理解は取りやすいってやつですな。神回連発とか恥ずかしくねえのかよ。これ
次回普通にいい感じの話で最終回になるんか。ライブ直前で桃香さん事故にでも遭うんじゃとヒヤヒヤした。爽やかな展開でよかったわ。5はライブ神回だと思ってたけどかすんじった。なんか最終回みたいな熱い回だった。次回の題名が暗いな。しかしひなとの過去引っ張るな。曲自体はすごく明るく前向きな曲なんだよ。清志郎が子供できたばかりの時の曲だから。空がまた暗くなるが RC の曲なら、バンドがすでに崩壊して、清志郎が一人で必死につなぎ止めてた時代の痛々しい名曲だな。今回のこれは集大成的ライブとして文句ないわ。しかもまだ最終回じゃないからな。どう締めくくってくるのか期待しかない。ダイダスのフロアが過剰みたいな光る棒だらけだったのって、トゲトゲのフロアとも対比狙ってたんかなって。ここに来て全部ぶち込めという初期からのキャッチフレーズが回収される演出。さすがに拍手してまう。始まる前に雨降ってきて、これなんか悪いことのフラグなのかなってドキドキしてたら、途中で雲割れて星空出て負けたよ。乾杯だよ。後には残しているんだし、ガルクラのこれまでを思えば、まだまだ視聴者を振り回してきそうだわな。前は神回だけど今回はそれを超えてきたね。空白とカタルシスのライブシーン、かっこよすぎる。CG アニメーションだからこそできる演出が最高。5人の思いが伝わる神曲でした。ダイダスの新曲も良かった。ビール止められるルパサンクさ。ガルクラ11話は待ちに待ったフェス会。ラスト約3分間は実際にフェス参加してるような圧倒的なシーンでした。トゲトゲ全員のトラウマ回想からの全部ぶち込めは鳥肌止まらなかったです。ものすごくライブもフェスも行きたい。まさしく圧巻のライブシーン。アニメのライブシーンの頂点を確実に乗り越えた。これからの作品やシリーズ継続予定の作品は、超えるべきハードルが大きく上がった。どうするんだこれ。むしろ、これが最終回じゃないんか。作中最大の見せ場であるライブシーンを特殊エンディングにするなら、納得の構成。気合入りすぎてて、春日の例の挿入歌の再来あるんじゃないか。ダイダスの覚悟にスバルの決別と、この山場に全てぶつけてきたな。そして、この先も仕掛けてきそうな。トゲなしトゲありの空白とカタルシスのライブシーンが、バン。すべてを叩き込んできた感じで上がる。この約5分を見るために、ここまでの話数を見てたんじゃと思うくらいに、雨から始まったライブ。終盤で飛ぶ5羽の鳥が厚い雲を裂くように、星空になるのいいなと。今回もなぜだか涙が止まらないな。きっと自分の中にあるにな。桃香、スバル、トモ、ルパ的な部分に刺さるんだわ。そんなかっこいいもんじゃないけど、売れ線に魂を売ったと思われていたダイダスが、ちゃんと努力して強くなってる展開も熱い。ライバルはこうでなくちゃ。運命のイベントがついに始まる。ここまでの集大成のような展開になってきてて、その上であのステージをぶちかましてくれるの気持ちよすぎ、エンディングカットして挿入される最後のステージは、ダイダスのステージが前座に見えるレベルのエグい演出ですごすぎたのです。爪痕残された、笑い。演奏シーンがとにかく圧巻で魅了されたわ。これ CG なのにここまでできてすごい。じゃなくて CG だからできる。自由なカメラアングルや破綻のないスイッチングがめちゃくちゃ効いてる。ひなとになが過去を演奏で決着つけようぜっていう武士道精神もたまらん。やっぱりライブシーンの全てが最高すぎて鳥肌立った。ライブの途中で 2D で5人の過去を挟むの、めちゃくちゃエモかった。ひながニナたちに小指立てて下出して、宣戦布告し返してた笑い。次回、空がまた暗くなる。展開が予想できない。おばあちゃんに役者以外のやりたいことあるっていうの。スバルちゃんの中でたくさんの悩みと葛藤があっただろうに、ほんと強い子だよ。新曲、空白とカタルシス、迷うことなく音楽にぶつける5人。最高に輝いてロックでした。ルパさんの過去は詳しくは語られず、語る必要もない。生きてるうちにあがけよという、わかりやすすぎるメッセージで重いね。ベースも重いね。歪み回す。背中を見て頑張る。直接背中を押さずとも誰かの力になるってエンタメそのものだね。メンバーの孤独と拒絶を
ライブ会場から親愛の眼差しを送る人がいる。歌詞に込められた思いがこれほどまでに凝縮された演出もないだろう。すごかった。やっぱり演出がとてもいい。面白かったな。前に進み始めたニナに感化されるように、物語に青春のさやかな印象すら加わるのも素敵ですが、バンドは自らを証明する場と、きらめきの中にも決して反骨を失わぬ熱さがやはり良い。選んだ道は間違っていない。まさにそれを示してみせたライブのカタルシスよ。圧倒的。各々の絡みに添えるものの存在さ。私がいるでしょにかかる。皆がすっきりするライブ。5人の小指立てが各々のトゲ。約束の象徴ならば、最後の一筋の光は、その収束と発散のカタルシスを示す。その意的な見せ方の巧みさに、制作陣自身のロック味を感じた1話。強い。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。